それでは1番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは、あなたの転職と近未来の仕事運について見ていきます。よろしくお願いします。まずはタロットカードを使って展開していきます。はい、それでは見ていきます。ルノルマンも出して補足で見ていっています。そうですね、こちら仕事運を出していまして、今のあなたの現状っていうところにソードの5番のカードが出ています。まず周りの目を気にしてしまっていたりとか、または勝敗勝ち負けっていうのもありますから、ライバルの存在が社内にいるのかもしれません。あの人には負けたくないなとか、あとはその後輩だったり先輩だったりからいろいろ言われて困ってるなとかね、人間関係のトラブルっていうのが出てきています。嫉妬されたりとか、またその逆で自分が苛立ちを覚えてしまったりとかするのかもしれません。周りの人と合わないなだったりとかでですね、ちょっと噂話に左右されてしまったりとか、人の目が気になるっていうのが出てきています。かなり絡みつくものっていうのが出てくるので、周りから嫉妬されるとかそういう方も多いんじゃないかなと思いますね。ここをなんとかしたいって、あなたがすごく魅力的だから嫉妬するっていうのが入ってくるんですね。周りの人で陰で言われてる気がするとかっていうのもあるのかな、感じてるのかなとも思います。それはあなたができないから言われるんじゃなくて、できるから言われるんだよっていうのがね、入ってきてるんですよね。そしてすごくあなたは受け身の方、受け止めちゃう、何でも受け止めちゃうっていうのが入ってきていて、いいことも悪いことも受け止める、そこがあなたの長所でもあり、逆に自分を苦しめる原因でもあるんだっていうことが出てきているんです。いろんな人の意見を取り入れて、自分でどう決めていこうかなとか、どうやって選択してどう仕事を進めていこうかなっていうふうにじっくりと考えることってとっても素晴らしいことだし、調和的、周りとうまくやっていきたい、荒波を立てたくないなっていうふうに思っているあなたがすごく素晴らしいんだけど、でもそこでマイナスな部分も受け取りすぎていませんかって、そういうこともアドバイスとして入っています。こちらのカードですね、女性性を表すカードなんですが、優しすぎるがゆえにつけ込まれるとかね、そういうことも出てきています。そして近未来の仕事の流れ見ていきましょう。ここからぐっと転じて良い方向に物事が流れていきます。カップのエースも出てきています。新しい始まりとか、感情のときめき、きらめきとか、それを取り戻すっていうのが入ってくるんですね。今まで失いかけていた仕事に対するきらめきですよね。なんかときめきとか、仕事をやりやすくなるとか、そういうことだと思います。あまり我慢しないでねっていうのがカードからのメッセージで入ってくるし、あと周りでうまくいかなかった、人間関係がうまくいかないっていう人もこれから変わるっていうふうに言われてるんですね。特に目上の方に支えられるよとか、あと年代関係ないかもしれません。下の方からも慕われるし、上の方からも慕われるっていうふうに、だからご自身に自信持ってください。今現在周りでどうこうっていう風になっている方っていうのは、そこ解消されていきます。そのライバルだったりとか、自分にとって嫌だなっていうことをしてくるような人たちっていうのが遠ざかっていて、あなた中心の輪ができます。その輪を大切にしてくださいっていうのが出てきていますね。課題点も見ていきましょう。ペンタクルナイトなので、今すごく辛かったりとか我慢を強いられていることがあるかもしれません。ですが、もうすぐそれが明けていくから、ちょっと我慢が必要になってくる、時間がかかるかもしれない。だけどあなたは我慢強い方だから、今その自分が好転するまでの間少し待って、ただ受け止めすぎちゃうと自分自身のメンタルがやられちゃうと思うので、こ
このメンタルの安定のさせ方とかバランスの取り方っていうのをこちらのカードからもらっていますから、それを参考にしながらタイミングが来るまで待ってみてっていう風に言われています。そして周りの状況を表すカードもワンドのエースのカードが入っています。始まりのカードが2枚入ってますから、あなたがきらめきやモチベーションが高まるだけではなくて、またそういう風になるきっかけが訪れると思うんです。周りからもたらされることとして入ってくる。なので新しいお仕事を任されたりとか、新しい環境に自分で身を置く、そのような流れになる方もいらっしゃると思います。転職、移動とか部署の移動ですねがあったりとかするかもしれません。または人の入れ替わりです。新しい人が入ってきて、その人がいるからぐっと仲良くなって仕事やりやすくなったとか、新しいチームが作られるとか、既存の枠組みから縛られずにあなたらしくやっていけるような、そんなお仕事の流れになっています。新しくスタートするってことなので、新しい計画をスタートさせる物事の始まりっていうのが入ってきます。それは誰かと一緒に始めることだと思いますね。チームとして動かしていくことだと思います。今いろいろとらわれていること、それらはもうとらわれなくても大丈夫、もうすぐ抜けますからねっていう風に入ってきています。そしてあとは、あの人に勝ちたいんだよねって思ってる方とか、数字取りたいとか、もっと成績良くしたいっていう風に思ってる方は、それが叶っていきます。上昇気候になっていって、周りの助けもありながらあなたが掴んでいく未来っていうのが見えていますから、まず今の現状から脱却して新しい物事が始まっていくっていう流れになっています。ではここであなたってどんな人なのかっていうのをオラクルカードで見ていこうと思います。はい、こちらから見ていきましょう。豊かな自然に触れパワーチャージっていうのがまず入っていますね。こちらラッキーナンバーとラッキーカラーも出しています。ラッキーナンバーは6です。6は調和を表す数字です。そしてラッキーカラーは紫。それは高貴であり神秘的。ぜひ紫カラーを取り入れてみてください。あとこちらもエンゲージメントカードから自己犠牲、有効性、効率、冒険と入っています。物事をじっくり見つめる、その力を生かしてこれから新しい展開が待っていますから、それを見つけてあなたが進んでいくのかも、目標を定めて進んでいくのかもしれません。あなたは感性を生かしながら人を癒して、そして気づきを与えられるような人なんです。繊細な感性と優しさを持っています。誰かの心をほっと和ませたり安心させることができる人、そして昔の記憶、過去に経験したことが今のあなたの在り方を作り上げているのだと思います。そんなあなたには自然のリズムを大切にしながら目の前の人の心にそっと寄り添うような仕事が向いています。これからあなたに向いているお仕事の内容をお伝えしていきます。心を癒し、感性を生かしながら自由に生きることが鍵になっていきます。あなたは感性を生かしながら人を癒し、気づきを与える人です。あなたは繊細な感性と優しさを持っています。誰かの心をほっと和ませたり安心させることができる人。昔の記憶、過去に経験したことが今のあなたの在り方を作り上げているのかもしれません。そんなあなたには自然のリズムを大切にしながら目の前の人の心に寄り添うようなお仕事が向いています。心を癒し、自分自身の感性を生かしながら自由に生きることがこれからの鍵です。あなたの本質には優しさ、純粋さ、そして直感力があります。その魅力はあなたが日々何気なく行っている言葉選び、そして人との接し方、優しい気配りの中に現れています。人の感情に敏感で相手の気持ちを汲み取るのが自然とできるあなたは、誰かを支えたり癒したりする仕事に大きな力を発揮するでしょう。ラッキーカラーのこの紫が示すように、あなたには精神性の高さとインスピレーションの豊かさがあります。向いている職業をこれからお伝えします。あなたの天職はカウンセラー、セラピスト、福祉や教育分野のお仕事などです。子どもや高齢者、心が疲れている人のそばに寄り添って安心を届けるお仕事、またはこの感受性を生かしてアート、デザイン、
ライターなどの表現をするお仕事、自分の感性を言葉や形にすることで人の心に響く作品を生み出せる力があなたにはあります。またヒーリングやセラピスト、スピリチュアル系のお仕事も向いています。ヨガやアロマ、そして占いなどです。直感と精神性を生かして人の心の整理を手伝う役割に向いているでしょう。あなたは与えることで幸せを感じることができる人、人に対して惜しみない愛情を注げる人なんです。あなたの与えた愛で相手が喜んでくれたなら、そしてあなたのおかげで頑張れたと言われたら、それほど嬉しいことはあなたにとってないのではないでしょうか。人のために頑張るあなた、時々頑張りすぎてしまって自分の時間を大きく割きすぎていないでしょうか。あまり自己犠牲にはなりすぎず、自分が心地よくいられる環境を整えることもお仕事を続けていく上でとっても大事なことになっていきます。ではどんな働き方が合っているのかっていうことなんですが、あなたに合っているのはやはり枠にとらわれない柔軟なスタイルだと思いますね。はい、かなりセーブしているっていうのが入ってきていて、今はまだそのセーブを強いられているような環境だったり状況、またはお心の中っていうのが入ってくるんですけど、このもうセーブしないような働き方を目指していきましょうって、そのための新しいスタートなんじゃないかなと思いますね。はい、そして、そうですね、そうなるとじゃあどういう仕事とかどういう働き方になっていくのかというと、フリーランスや在宅ワークが中心になっていくかもしれません。自分のペースを大切にしながら働くことが大切。また自然に触れられる場所とか緑の多い空間で働くことも、あなたのインスピレーションがますます湧いてくると思います。緑に囲まれた職場とか、あとは在宅ワークでもご自身のデスクワークの周りに緑を飾るなどしてみてください。そして平日は静かに過ごし、週末は自然の中に行くなど、切り替えリセットするっていうのがあなたにとってはとっても大事だと思います。小規模なチームや個人事業主として気の合う人と一緒にやっていく、これが一番あなたが心地よく働いていけるんじゃないかなと思います。気の置けない仲間と、安心して信頼し合える仲間と、またはパートナーと2人で共同作業をしていくっていうのが一番合ってるんじゃないかなと思いました。調和を重んじるからこそですね。時にはあなたは自然の中でぼんやりとしたり、また好きな香りを焚いて深呼吸したりといった何もしない時間っていうのがあなたにとってとっても大事なパワーチャージの時間になります。そのリセットがあるからこそ、また人を癒す力が湧いてくるのだと私は思いました。人の役に立ちたい、癒しを届けたいと思える場所で、あなたの優しさがそのまま力になる環境がいいでしょう。世の中、小さな不満すら言動に出してしまう人が多いこの世の中なんです。そんな中、小さな変化やささやかな幸せを見つけるそのあなたの感受性は唯一無二の宝物です。ぜひ大切にしてください。あなたの大事な、そして素敵な感性、素敵な個性です。ではこちらからメッセージをもらっていきましょう。マニフェステーションのカードとウラヌス天王星のカード。天王星というのは改革、変革、自由に向けて自分の殻を打ち破って新しい物事をスタートさせるっていうような意味があります。まさに今改革の時、自分自身を改革、自己改革して新しいスタートを切るだったりとか、今の枠組みを取り払って自分で新しいスタートを切るっていう、そういう方もいらっしゃるかもしれません。はい。そしてアドバイスカードタロットからは女司祭のカードが入っています。やはりあなたが周りから支えられるっていうのが入ってきますし、今は多分嫉妬っていうのが強く入ってくるかなと思います。あなたがモテるから、職場でモテるとか、そのモテるっていうのは異性関係だけではなくて人からモテるんですよね。こうやってあなたの周りにたくさん人が集まってくるんです。そこで今現在嫉妬をされているような気がしますね。そこから来る嫌がらせだったりとか、働きづらいなとか、冷たく当たられるなとか、そういうことを感じるかもしれない。でもすごく優しいから自分を犠牲にして頼まれても
嫌だって言えずにね、大丈夫っていう風に引き受けてしまっているようなところもあるんじゃないかなと思うんですね。そんな自分にも嫌気がさすしっていうところがあると思うんですが、そこから抜け出すタイミングがやってくるし、周りの人からそれがもたらされるっていう風に言われているので、自分だけが頑張れば変われるではなくて、周りの人と一緒に変わっていくっていうのがこれからの流れです。大きく変化するっていうのが入ってくるので、まさに環境の変化、つまり転職するとか新しいお仕事を望んでいらっしゃる方っていうのは大きなチャンスなんじゃないかなとも思いました。はい、では、こちらのカードからもメッセージをもらっていきましょう。あなたの願いは今すでにここから始まっています。大切なのはもう叶っているかのように日々を過ごすことなんです。理想の働き方や暮らしをまるで今それを生きているかのように選択していくことで現実がその姿に近づいていきます。あなたの天職はあなたらしくいることそのものなんです。その優しさと直感でたくさんの人に安らぎと気づきを届けていくことになるでしょう。こちらのデイリーリチュアルのオラクルカード、これは願いを引き寄せるっていうカードなんですね。あなた自身の世界の力、自分の世界観ってありますよね。その力を信じて、あなたは理想の世界を今作っている最中。願いを叶えるためには、すでに夢が叶った気持ちで毎日を過ごすことが大切だとこのカードは教えてきてくれています。リラックスして、必然と物事はスムーズに進んでいるというのを信じましょう。深呼吸をしてみましょう。空を見上げてください。大いなる自然とあなたはいつもつながっています。あなたのそのままの優しさが誰かの心を照らしていることを忘れないでください。では、お選びいただいたオラクルカード、こちらからメッセージをもらっていきましょう。なんかこう紫とリンクするようなカラーですよね。この紫っていうのは第7チャクラ、クラウンチャクラの色でもあって、これは直感っていうのを表しているんですね。紫っていうカラーは神秘的なカラーです。紫ぜひ取り入れてください。選択肢からのメッセージは、これは充実感を経験しましょうというメッセージです。これから自分らしい働き方が見つかり、自然体で成果を出せるようになります。そのタイミングは仕事の合間にふと深呼吸をした瞬間だったりとか、小さな達成感を感じた時に現れてくるでしょう。あなたの中にある行動力と繊細さ、どちらも仕事に活かせる大きな武器です。頑張りすぎず、でも手を抜かない。そんなちょうどいいバランスをあなたは間もなくつかみ取ります。そうですね、ちょうど良いバランスをつかむ。自分にとっての成功とは何か、改めて考えてみることで、あなたの働き方がもっと自由になっていくでしょう。無理に型にはめず、あなた自身のスタイルで進んでいいのです。その姿は周りからも高く評価されるでしょう。こちらのお選びいただいた選択肢、こちら植物が描かれています。これ実は蘭の花なんですが、この花言葉が美しい淑女、成熟した魅力、洗練された調和を表しています。つまりあなたは調和を大切にする、そして洗練されたセンスを持っているということですね。周りとの調和もバランスをとっていきながら、自分らしさをもっと押し出していけるような、そんな流れになっていきます。新しい始まりがスタートするっていうことで、何かワクワク感が止まらないような、そんな気持ちが今伝わってきます。ぜひ冒険する気持ちを大切にして乗ってみてください。はい、ということで今回はあなたの転職、働き方、そして仕事運、近未来どう流れていくのかっていうことについてお伝えしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは、あなたの転職と近未来の仕事運について見ていきます。よろしくお願いします。では早速、今回タロットカードを展開していきます。
はい、それでは見ていきます。そうですね、まず、ルノルマンカードでも補足出しているんですが、蛇、そして無知、放棄等のカードというふうに出てきていて、ご自身の中で今やっぱり対人関係の揉め事っていうのが入ってくるかなと思います。ここ対立を表す無知放棄のカードなので、または、ほうきの絵柄も描かれているので、一掃する、一回全部きれいにしてしまいたい環境の整理だったりとか、またそれがもう強制的に入ってきているような気もするんですよね。今まで自分を取り巻いてきたこの悪循環だったりとか、あなた自身にとっては嫌だなって思うような、そんな悪習慣だったり環境っていうのを一掃したい、もう自分の中でパッてやってしまいたいんだっていう、そういう気持ちとか、行動っていうのが入ってくるのかなと思いました。そしてあとはお仕事、今新しいお仕事に行こうかなっていうふうに思っている方もいらっしゃると思うんですよね。もう新しいところに行きたい、転職とかね、仕事を一回離れてちょっとゆっくりしたい、休みたいなっていうぐらい結構ボロボロになってるんじゃないかなっていうふうに思いました。それはストレスから来るものなんじゃないかなっていうのも入ってくるし、やっぱり誰かに強く言われるとか、上司だったりとか周りの人から強く言われて、かなり今自分自身苦しいんですっていうソードの9のカードが入ってるので、体調を崩していたりとか、仕事から来るストレスによっての体調不良だったりとか、モチベーションが高まらない、そこから来る暴飲暴食だったりとか、かなりストレスフルの状態なんじゃないかなと思うんですよ。すっごく我慢してるあなたがすんごい我慢していて、もうマックスなんじゃないかなって、メーターがもう自分の中の心の余裕がなくて、メーターギリギリでもう今にももうはち切れそうな瞬間っていうのがやってきてて、それが、どうにかしたいって思わないぐらいの落ち込みというか、湧き上がってくるモチベーションがない、もう空っぽみたいな状態なんじゃないかなって思うぐらい、もう目の前何も見えないとか、これからどうしていったらいいかわからないとか、いろんな人からいろんなこと言われるし、自分でどうしたらいいかわからないとか、希望が見出せない、明るい未来っていうのが思い描けないとか、そういうことが今すごく入ってきていて、だから動けないんですよ。どうしていいかわからない、動きたいのに動けないとか、そうじゃなくて、もう今無の状態になりたいっていうのが入ってくるんですね。希望を描いて立ち上がって新しい仕事に就くとか、その仕事、やりがいのあるお仕事に就くっていうのがいいんだろうなっていうのは分かってるんだけど、心が追いついていかないんだっていうのが入ってきてるんですね。ひどく傷ついたし疲れたしっていうのが入ってきていて、もう今すぐにでも投げ出して休んだ方がいいんじゃないかなっていうふうに、私はこのカードの並びを見て思ったんですが、どうでしょうか。かなりストレスかかってるんじゃないんでしょうかというふうに出てきていました。そしてそれがずっと長い間耐えてるとか、我慢し続けているとか、自分自身に鞭打って気合い入れ続けながら、気を抜かずにずっと休みなんかないぐらいな感じでやり続けてきてるんじゃないかなと思ったんですね。今これを新しいお仕事探してるんですっていう風な状態で見てる方だとしたら、今フリーの状況でね、転職活動してるんですっていう方だとしたら、今すぐに転職したいけど体が追いついてないんじゃないとか、気持ちが追いついてないんじゃないかなっていうふうに思います。理想の会社、こういうところで働きたいっていうのはあるんだけど、なかなか見つからないとか、頑張っても見つからないし、面接落ちるしっていうところでモチベーションかなり低下していたり、何かを我慢して自分が面接受けてるような気がするんです。妥協しすぎてるとか、理想の形とは違う、でも今すぐ働かなきゃいけないからとりあえず妥協してここにしようとか、そういうのが伝わってくるんですね。もっと高みを目指していきたいんだけど、気持ちとか体がそこに追いついていかない、気持ちが上がってない状態なんですよねっていうのが入ってきていて、無理しなくていいんじゃないかなと思いました。
まずは自分自身の心身のバランスを整えること、ゆっくり休むことでもいいと思うんです。働くことが全てではないとは思うので、今はそれでいいって、そのような選択をして休んで、休みが必要なんじゃないかなっていうのが一番に出てくるかなと思いました。ちょっと時間をかけてゆっくり休んで、その時間をかけることでもったいないって思うかもしれないんだけど、そのもったいないと思う時間がすごく今のあなたには大切だっていうふうに、その時間がなければあなたは心に余裕ができない、何も考えられなくて、ただぼーっとしてるだけでもいいって、ただずっと1週間2週間って寝たきりでもいいし、何もしなくてもいいし、テレビとかネット見ているだけでもいいって、ただ何もしない時間が今は必要なんじゃないって、心がすごくギチギチに締め付けられているような状態なんですね。それは周りにいろいろ言われてるからっていうこともあるかもしれない、今の環境が苦しいからってこともあるかもしれないけど、自分で自分を追い込みすぎているんじゃないかっていうのも入ってくるんですね。いろんな要素があると思います。ただ今言えるのは、あなたが今ストレスフルな状態で、何も手につかないとか考えられないとか、中にはご飯食べられないぐらい落ち込んでるっていう方もいるかもしれない。うまくいかない、動きたいように動けないとか、物事がスムーズに流れていかないっていうのが入ってきていて、かなり自分の理想を叶えるの難しいんじゃないかなっていうふうに、今現在そういう状態なんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。なんか本来の自分自身をうまく出せていないというか、いつもだったらもっと元気よくやっていけるんだけど、でも今の私ってそれどころじゃないっていう風に入ってくるんですね。本当だったらあなたはこんな風にもう何もないところで自由に飛び回っていけるようなパワフルな方なんです。そのパワーが今切れてる、エネルギー不足だから充電しなきゃって、なんかね無人島に行って何も身にまとわずにわって飛び立てるような、そんな心が今必要なんじゃないかっていうのがこのカードで入ってきています。ワンドのナイトのカードなんですけど、ワンドのナイトっていうのは一般的には情熱を持って進んでいくっていうところなんですけど、まずその情熱を取り戻すことが必要なんじゃないで、そして2番さんの場合は自由ですよね。解放させること、いろんなしがらみとか対立とか高い目標とかプレッシャーとか、まずそこから出ること、感じないこと、何も感じない方が逆にいいんじゃないって、このカードたちはね、進んで進んでって前へ前へっていう風に言われてるんだけど、でもこれは私はちょっとプレッシャーに感じたんですよ。今のあなたの状態からしてみたらちょっとプレッシャーだなって思って、前に進んで前に進んで大丈夫大丈夫って言われても苦しいんじゃないかなって思ったんですね。なんかそんなこと今考えられないよっていう風にあなたの心が叫んでいるように思ったんです。だけれども、その時とともに状況は改善していくし、周りからもたらされる情報によってあなたが転機というかチャンスをつかむことができる。だからその傷を癒して自由に自分の心を解放した後っていうのは、物事の流れがトントン拍子に運んでいくというか、スムーズに穏やかに流れていくので、今の状況とは変わっていきますね。好転していくっていうのは入ってくるので、まず環境の整理をすることだったり、自分自身の心の見直しが必要なんじゃないかっていうのが入ってきました。時には強制的にシャットダウンしてもいいんじゃないかってぐらいの今の状況だと思います。なんか今すぐにお仕事辞めてどうやって生活していけばいいんだろうっていうふうに悩む。だから悩みながらずっと苦しい中仕事し続けるっていう方もいるんじゃないかなって、それぐらい切羽詰まってるような感じがするんですね。今のこの状況からまず抜け出すことが一番今は必要なのかなというふうに思いました。では本来もともと持っているあなたの魅力とか、あなたって本当はお仕事に対してどうしたいと思ってるのっていうのを深く追求して見ていこうかなと思います。で、あとはカード1枚ね出していきましょう。タロットも1枚出していってみていきます。今の状況から抜け出したい、変わりたいっていうのが伝わってくるんですけど、
でも今は何も考えられないとかっていう表面的に考えてることっていうのは、具体的なプランが今練り上げられていないとか、目の前のことで精一杯とか、そういうことも伝わってきます。はい、ワンドの2番、やっぱりそうですね。本当は先に進みたいんじゃないかなって思います。ワンドの3番も入ってるので、今の現状から抜け出したいっていう本当の心の奥底っていうのは、抜け出したい気持ちもあるし、あとワンドのカードが入ってるってことは、あなたは情熱にあふれた方なんですよ。本来はっていうのが入ってくるんです。ただ現状的には今はそのような、モチベーションが高まっていない、本来の自分らしさが発揮できていないんじゃないかなと思います。本来の自分を発揮できると、ものすごいスピードで、仕事を進められている方なんじゃないかなって思うんですよね。こちらラッキーナンバー出しています。ラッキーナンバーは7番です。7のつく日、7のつく日時を参考にしてください。でラッキーカラーは赤紫。活発でいて慎重でもある。その活発っていうワードが入ってきているので、やはりもともと持っているエネルギーが溢れている方、情熱的なエネルギーに溢れている方だと思うんですね。あとは目覚めというカードも入ってきています。今目覚める時、目覚める時だよっていうのも入ってくるし、目覚める前にはゆっくりと眠っている時間がまず必要ですよね。眠らなければ目覚めることができないのから、目覚めるっていうのは眠りから覚めるだけじゃなくて、落ちている状態から上に上がっていくってことですよね。目覚め、気づきだったりもするので、だから今の状態から上がっていくっていうのを感じてください。これから感じる時がやってくると思います。あとはこちらのエンゲージメントカードからはビクトリー、勝利です。そしてポジティブ、前向きに、そして励ましのカードも入っています。何かこれは自分自身の中であなたの本当の奥底に眠っている願望のような気がするんですよね。自分自身をもっと大切にしてもいいんじゃないかなっていうふうに思いますし、掴みたいものがあるから高い目標を掲げて自分を酷して頑張っているとか、自分に無知言って頑張ってるような気もしますし、周りに何言われても自分大丈夫なんだっていうふうに思い続けて頑張っているんだけど、実際はでも心がすごく苦しいとか、かなりいっぱいいっぱいの状況なんじゃないかなとも思います。でも本当のあなたってじゃあどんな人っていうのをちゃんとお伝えしていきますね。あなたは本当は情熱を突き動かして人を導き、そして変化を起こす人です。あなたには内の中に眠る熱意と洞察力があります。一度火がつくとぐんぐんと深く掘り下げていく情熱的な姿勢があなた本来の魅力です。ではあなたの天職っていうのはどんなものがあるのかというと、まず情熱を形にしていく深い本質を追い求める仕事です。あなたには生まれながらにして気づく力と物事を突き詰めていく力が備わっています。周りの人が見過ごしてしまうような違和感や小さな変化にもあなたは敏感で、ここに何かあると感じたらそこに心から集中していける人です。はい、こちらのカードもね、一緒に見ていきましょう。さそり座のカードですね。人の気持ちにすごく敏感だと思いますし、集中したらもうずっと突き詰めていく深い洞察力と集中力っていうのが入ってきます。アドバイスカードもタワーのカードが入っていますね。タワー2枚目です。ルノルマンとタロットのタワーの意味はちょっと違うんですが、やはりここもね、そのタワーが入ってるので、自分自身の中で今大きなやっぱり変容ですよね。何かリセットが必要なんじゃないかな。終わり、そして新しく始めていく、そのサイクルの今手前ですね。リセットする手前に今いるんじゃないかな。疲れてるから休むとか、今の環境が合わないからガラッと変えるとか、大きく変えるタイミングがやってきてるんじゃないかなと思います。そしてお話を戻して、あなたの天職っていうのは情熱を注げるテーマに深く入り込んでいく仕事。例えば研究、分析、データに関わる仕事、
というのは心理学、科学、マーケティング、研究職などです。じっくり追いかけて追い求めて真実にたどり着こうとするあなたのその集中力は専門的な領域でこそ発揮されます。またはクリエイター、プロデューサー、舞台や映画などドラマティックな演出に関わるお仕事もいいでしょう。あなたは自分の感情の深みを表現することができるので、人の心に響くストーリーを作る仕事もおすすめです。そして人をサポートして導く役割も合っています。コーチ、コンサル、そして教育者などです。相手の本心や課題を察知し、的確なタイミングで励ます力があります。特に変化を迎える人の伴走者、並走して走る伴走者として力を発揮するんじゃないかなとも思います。研究職、探究系、心理や人間行動に関わる仕事、コーチング、コンサル、プロジェクト推進など目に見えない変化を導くような仕事が向いています。また、あなた自身の言葉で誰かを励ますことができるので、講師、講演、執筆、配信など伝えるお仕事もぴったりでしょう。働き方なんですが、あなたは感情の深さや内なる情熱を大切にする人なので、ただルーチンをこなすとか、日々同じことを繰り返すだけの仕事だったり、表面的な付き合いの多い環境っていうのは、あなたにとっては少し疲れやすいかもしれません。そんなあなたには自分のアイディアや意思を活かせる環境がベストです。大企業よりも少し小さい組織や個人事業の方が力を発揮しやすいかもしれません。また、副業や二足のわらじスタイルもいいんじゃないかなと思います。一つに絞らずに自分の情熱が向くテーマに応じて仕事を切り替えていく、そんな柔軟さが本来のあなたはあります。そして評価されるまで時間がかかる分野でも、あなたは努力を重ねることができる人。結果がすぐに出なくても、それを結果を信じて待つ強さがあなたにはあります。その分成果が出た時というのは、あなたはしっかり評価されるポジションについています。働き方としては、自分のリズムを大切にできる個人活動や小回りの利く環境で裁量を持てる働き方が合っています。たとえ結果が出るまで時間がかかったとしても、あなたは持続性がある、努力し続けるので必ず花を咲かせる人です。ただ、今の環境に合わない、長く頑張ってきたんだけど合わないなっていうふうに思ったら、切り替える柔軟性っていうのも必要です。その柔軟性も持ってますからね。変えようって思ったらパッて変えられるんじゃないかなとも思うんです。もう限界だって。諦めが早いんじゃなくて、人よりも粘り強く取り組むことができる。だけど、そんな自分でももう限界なんだと思ったら、潔くパッと変えられるんじゃないかなって思ったんです。大胆に変容できる人なので、もう無理って思ったら、職場を変えて、より自分らしく働ける生き方とか生活、あと仕事の仕方っていうのを考えて掴み取ることができる人だと思います。だからこそ、今その情熱が低下しているというか、心に火がついていない状態っていうのがすごくもったいないなというふうに思いますね。本当はあなたは成功をつかみ取る運気を持っていますから、今の環境もうダメだと思ったら変えられるんじゃないかなと思います。では、あなたの才能を未来へつなげていくためにということで、こちらの赤紫のカードですね。これは熱意と冷静さの両方を併せ持つっていう意味がありますね。つまり、あなたが情熱さと冷静さどちらも持っているっていうことです。情熱的なのに落ち着いていて、人の話にも深く耳を傾けるというあなたには大きな魅力があります。大抵の人はどちらか片方は得意だけどもう片方は苦手という人が多い中、あなたは器用に2つの相反するエネルギーを使い分けることができるんです。今もし道に迷っていたとしても、それは次の目覚めの前の静けさです。努力してきた分が認められるタイミング、それがもうすぐやってきます。焦らず、でも目の前の小さな奇跡に注目してみてください。うまくいっているサインは日常の中にたくさん散らばっています。
自分の本能を信じて進む道の先に、あなたにしか作れない未来と心からの勝利が待っています。合わないなと思ったら、すぐにもう離れましょうっていう風に入ってますね。なんかこう積み上げてきたものが大事だからとか、そこにあまり固執しないタイプなんじゃないかなと思います。たとえ今固執していたとしても、切り替わることによって自分自身変えることができる、自分を変容させるのが、恐れない人というか、中にはこう積み上げてきたものを手放すのがすごく惜しくて、なかなか手放せない、今の立ち位置とか立場とか地位を手放せないんですっていう人もいるんですよ。でもその中であなたは自分の経験値だけを持って、もう全てこう更地にして、また一から作り直せるじゃんっていう風に考えることができる方だし、実際にこう掴み取ることもできる方なので、その自分の変える力、変容力っていうのを信じて進んでいってほしいなと思います。そしてこちらのデイリーリチュアルのオラクルカードからは、マジック、魔法っていうカードが入っています。そして今日という一日、ご自身の周りに魔法がいっぱいあるっていうメッセージですね。ふと立ち止まって身の回りをよく見渡してみましょう。実は思っていたより物事はうまくいっていることに気がつくかもしれません。その小さな奇跡を信じてみてください。あなたの心の中にある情熱の火は静かに、けれど確かに燃えています。誰かの背中を押すその強さを、まずは自分自身にも向けてあげてください。今、自分の背中をぎゅっと押してあげましょう。そして本能のままに進んでも大丈夫。自分自身をもっと自由に解放してあげましょう。背中を押すっていうのは、自由に向けて羽ばたいていけるように背中を押すっていうような感覚に近いんじゃないかなと思います。自分自身の背中をトンと叩いてあげましょう。そして本能のままに進んでいけば、人生はあなたに微笑み返してくれます。結果をもたらしてくれます。そしてお選びいただいたオラクルカード、これはラベンダーのカードです。穏やかさと静けさを見つけようというメッセージ。これから心にゆとりを持って仕事に取り組めるようになっていきます。そのタイミングは、立ち止まって深呼吸をした時、またはあなた自身が誰かに素直に頼れた瞬間、その時に訪れます。プレッシャーや焦りから解放されて、今の自分で大丈夫と思える落ち着きさを手に入れます。優先順位がクリアになっていき、効率もアップします。ミスも減り、丁寧で安定した仕事ぶりが高く評価されるようになります。焦らず、急がず、でも確実に進んでいく。それが今のあなたに最もふさわしいスタイルです。心が穏やかであることが、人間関係も滑らかになっていくでしょう。あなたの穏やかさがチームに安心感をもたらします。このラベンダーの花言葉は、沈黙、期待、あなたを待っていますということです。あなた自身があなたを待っている、本来のあなたを待っているし、また周りの人、これから訪れる転機ですよね、仕事運があなたを待っています。でも焦らず、自分の心を解放させて取り組んでいかれてください。すごく今いっぱいいっぱいだなっていうことが伝わってくるし、自分自身の本来の魅力、力っていうのを発揮できていないような状況だと思うんですね。その状況からガラッとこう変えたりとかしてもいいんじゃないかなっていうふうにも思いますし、目覚めっていうカードも出ているので、何かに気がつくサインがもうすぐやってくると思います。それをきっかけにあなたのお仕事運というか仕事の環境が変わっていく、そんな流れになっていくと思います。今回2番さんはこのような結果となりました。あなたの転職と近未来の仕事運について見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは、あなたの転職と近未来の仕事運について見ていきます。お仕事の流れ、これからどうなっていくのか、タロットで見ていきましょう。よろしくお願いします。
はい、では見ていきましょう。こちらレノルマンカード、あなた自身を表す淑女のカードが出てきています。そしてこのペンタクルページ、ソードのナイトということで、ご自身の中で今お仕事に対して誠実に向き合っていて頑張りたい目標があったりとか、今取り組んでいるよって、前向きに頑張っているよっていうのが伝わってくる。で、この後の近未来っていうのがフールのカードが入ってきてるのと、今現在の課題点のところにソードの8が入っていて、ソードの8っていうのはがんじがらめになっていて動けない、身動きが取れないとか、束縛されているとか、何かルールにとらわれているとか、そういうことを感じます。そこからの脱却、フールです。フールは解放とか自由を表すので、あとはね、その転職をして自分一人でやっていきますっていう方もいるかもしれませんね。そこから抜け出してもう一人でやっていく、新しい道を切り開いていくんだっていう方かもしれません。またはその今頑張っていることに対して一つ結果を出して、自分の中でとらわれていたルールから抜け出し、今の仕事を会社の中で花開かせていく、そういう方もいらっしゃると思います。今の職場であなたの才能や魅力がより開花するとか、昇進する、ステップアップするとか、そうですね、なんか心機一転、新しいことに取り組める、また周りからもたらされる幸運だったりチャンスっていうのもやってくるんです。お誘いとか、このプロジェクトどうですかとか、あなたに任せたいと思ってるんですとか、依頼が来るとか、そうですね、お仕事の依頼が来たりとかね、オファーが来たりとかするかもしれない。そのチャンスに乗っていけるっていうのが入ってきます。はい。でも転職するとしてもいい転職になると思いますし、そうですね、独立するとか一人でやっていくっていう方かもしれないですね。だとしてもうまくいくし、今の仕事、職場にとどまって長くやっていこうっていう気持ちがある方だとしたら、それもものすごくうまくいくっていうふうに言われています。全てはあなたの中に答えはあるし、自分軸で進んでいってください。それを大事にしてねっていうふうに言われています。今仕事に対して不満があるとか、うまくやりづらいっていうわけではないんだけど、でも課題点としてはとらわれてるっていうのが入ってくるので、ご自身の中で何かに縛られているっていうのが入ってきますね。これがあるから自分らしくいられない、振る舞えないとか、本当はもっともっとうまくやっていけるんだけどっていう、何かここに鎖につながれているようなものがあると思うんですね。そこから抜け出すっていうのが近未来の仕事運の流れです。ではここからさらに先深掘りで見ていきましょう。あなたに向いているお仕事とか転職についてお話ししていきます。ただすごくあなたが誠実で真面目な方だし、目標を定めたらそこに向かって計画を立てて進んでいくことができる賢い方っていうのも入ってくるので、今の職場も合ってるような気がしますね。はい、ではエンゲージメントカードから見ていきましょう。富、財産のカードです。ペンタクルエースっていうのもそのチャンスをつかむとか、あなたの実力が評価されるっていうことなんですね。これが周りの人からの影響とか、周りの状況っていうところに出てきているので、周りの人、会社の人から評価を受けるとか、あとは依頼、オファーをもらうっていうこともあるかもしれないですね。承認、認められるっていうことですよね。それは努力があったから、あなたが頑張ってきたからだよっていう努力ですよね。があったから一つ成功をつかむとか、それがお給料アップとか昇給につながっていくっていうことです。ラッキーナンバーは10です。10のつく日時を参考にしてください。そしてラッキーカラーは赤色です。パワーにあふれ、情熱的、いいですね。活気に満ち溢れています。そしてこちらが、人生はアート、独自性、クリエイティブに生きようっていう風にあって、やっぱりオリジナリティだったりするのかなとも思います。何か今チャンスをつかみかけている最中、ただそれをガードしている原因っていうのがこのソードの8に現れているんじゃないかなと思います。はい、鳥のカードですね。コミュニケーションです。周りとのコミュニケーションだったりとか、あとは取引先の相手側とかねとの会話、あとは気軽なおしゃべりっていうのもあるので、ほっと一息つけるような瞬間があってもいいのかもしれません。アドバイスカードはカップのページです。
いいですね。あなたらしく。これが本来のあなたなんじゃないかな。もちろんこっちもね、本来のあなたでもあると思うんですけど、もっと自由に遊び心を出してもいいんじゃないかとか、クリエイティブっていうのもこのカップのページの意味としてはあるので、人生はアート。あなたらしく、あなたがね、欲しいものを掴んでいってもいいんじゃないって、これも大きな魚掴んでますよね。ここもお金を手にしているので、欲しいものがお金じゃないっていう方もいると思うんですよ。それは自分にとってのお金の代わりになるようなもの、自分にとって価値のあるようなものだと思うんですね。それをつかむ。それが自分の転職かもしれないし、自分のやりたいことかもしれない。本当は今の仕事ではなくて違う仕事に就きたいんだよねっていう方は、そっちの方にシフトチェンジしていってもいいんじゃないかな。自分らしさっていうのが強く出てきているので。そしてあと会話ですね。あなたのやりたいことは会話が関わってきているのかなとも思います。誰かとお話をしながら進めていくようなお仕事だったりとか、何か仕事、コミュニケーション、会話、そういうのも入ってきますね。あとはヴィーナスのカードです。金星のカードです。金星は愛と美、調和とか、もちろんアート、五感に関わることっていうのも表しているので、なんか本当だったらクリエイティブな活動をしたいって思ってらっしゃるんじゃないかなと思います。特にお話しするとか、誰かに何かを伝えるとか、歌うとか、あと楽器で表現するとかね、あなたのアートです。自分らしさをもっと発揮したいって本当は思ってるんじゃないかなと思うんですね。だけど今の職場も別に不満はなくて、目標もあって頑張ってるしっていうところもあるから、仕事は仕事、趣味は趣味で今分けてるのかもしれないけど、それ統合してもいいような気がしますね。これも、あなたの存在そのものだよっていうことを表してるんですよね。自分自身の心の平和のために、今自分の存在感をアピールするとき、あんまり型にはめすぎずに、もっと自分らしくいてもいいんじゃないかっていう気もしますし、ただどちらを選ぶにしても、それはあなたのお好みでっていうのが入ってくるので、今の仕事で、仕事は仕事として頑張るんですよっていう方は、それでもチャンスはやってくるし、その趣味として続けていたことが、例えば SNS で声をかけてもらって、そこから仕事につながっていくって、そういうことになる方もいると思います。あなたは美しさと心地よさを届けて、暮らしを彩る人なんですね。あなたには何気ない日常の中にある幸せの種を見つけ出して、それを人に伝えていくセンスがあります。整えられた空間、丁寧な暮らし、ちょっとした装い、それらすべてがあなたの手にかかれば洗練されたアートになります。あなたの天職は暮らしの中に美と調和を届ける仕事です。あなたは人や空間、日常の中にある幸せの種を見つける天才です。おしゃれに敏感だったり、カフェで過ごすひとときに癒されたり、部屋のインテリアを整えるのが好きだったり、そんな日常の中の小さな満足があなたの人生の軸になっています。そんなあなたに向いているのは、美や心地よさを届ける仕事です。例えばインテリアコーディネーターや空間デザイン、フラワーアレンジメント、居心地の良い空間を作る才能があるあなた。お部屋作り、色合い、雰囲気作りにあなたの独特なセンスが光ります。またはカフェや雑貨店、ベーカリーなど人の暮らしを彩る場所の運営や接客、トークがとてもお上手だと思いますので、人の暮らしを彩るお仕事、場所いいでしょう。人と自然に打ち解けられるあなたはリピーターがつきやすいです。お店作りに関わる仕事がぴったりでしょう。そしてライフスタイルに関わるクリエイターや動画、写真、文書などを使った SNS の発信なども向いています。丁寧な暮らしや日常の美しさをコンテンツとして表現する力を持っています。日々を彩るような写真の投稿、 SNS とかブログとか、またその生活のヒントを Vlog にしたりとか、そういう才能がありますので、周りがあなたに憧れるようなセンスある日常をあなたは上品に形にすることができます。なのでそのクリエイター活動っていうのもおすすめです。インテリアやライフスタイル提案、
おしゃれなカフェや雑貨店、五感を生かしたお仕事、料理のレシピを公開したりとか、香りに関わることや音楽に関わることなどに向いています。SNS 発信などで日常の美しさを共有するクリエイターとしての活動も向いていますし、またその分野であなたの魅力が存分に発揮できるんじゃないかなとも思います。そしてあなたに合っているのは、人とつながりながらも自分のペースを大切にする働き方です。例えば週3日から4日の勤務、ライフスタイルに合わせた働き方もいいでしょう。フルタイムで走り続けるより、心や体の余白を大切にしながら働くことで、あなたの魅力が最大限に発揮されるんじゃないかなと思います。また、副業や趣味の延長線上での企業や販売ですね、ハンドメイド、あとは器、アロマ、キャンドルなど、自分の好きがそのまま仕事になる可能性があります。インスタグラムやミンネなど、この SNS の中での発信や販売することもおすすめです。そして地域密着型のお仕事や常連さんとのつながりを築く仕事も向いています。人の温度を感じられる環境に身を置くと、あなたにとっての安心感と満足感が得られやすい。誰かとつながっていることが好きなんじゃないかなとも思いますから、誰かとつながれる接客業とかでもいいと思いました。自分のペースでゆったりと無理なく暮らしを大切にできる環境がベスト。小さなことを丁寧に選ぶあなたの感性が周囲を癒し和ませてくれます。幸せの鍵は今この瞬間。あなたは人生をアートとして生きる洗練された感性の持ち主。もっとこうしなきゃと焦るのは似合いません。今この瞬間、心が満たされているかどうかを軸に生きていくこと。これで自然と道は開けていきます。赤はあなたにエネルギーと喜びをもたらす色です。赤い小物や洋服を身につけると、表情や姿勢にも力がこもります。そしてあなたが心から楽しみながら選んだものや作ったものというのは、誰かの心をポッと明るく温かくするのです。あなたらしく輝くために、あなたの天職とは美しさ、愛、調和、五感の喜びを誰かに届けること、周りをほんの少し温かくする存在になることです。自分の感覚に自信を持って心地いいと感じることを選んでいきましょう。人生そのものがあなたの作品です。比べず焦らず、あなたのリズムで幸せなアートを描いていってください。あなたらしくね、可愛らしいなっていうふうに思いますね。そしてこちらの存在ですね、デイリーリチュアルオラクルのカードから、私は今この瞬間に心の穏やかさ、平和を感じていますというメッセージ。このカードは今この瞬間を大切にしようというメッセージです。最近のあなたは焦ったり無理をしていたりしていませんでしたか？落ち着いて静かな時間を選ぶこともできるとこのカードは告げています。目標に向かって頑張ることもできるし、静かな時間を持つことも、どちらも選ぶことができるんだよってことを教えてくれています。ゆっくり深く深呼吸をして、今ここにいることを感じてください。周りをよく見て、心を穏やかにする時間を持つことが大切です。ゆっくり息を吐いて、今この瞬間の温かさを感じてください。あなたが丁寧に過ごす時間は、世界に優しい波紋を広げています。あなたの存在そのものがアートなのです。はい、ということで、アート性にすごく長けているなというふうに思いました。特にあなたの存在感っていうのがすごく伝わってくるような内容でした。お選びいただいたオラクルカード、こちらはミモザのカードです。喜びを自由にしましょうというメッセージ。これからもっと楽しさとやりがいを感じながら仕事ができるようになっていきます。そのタイミングは、ちょっとした笑いが生まれてきた会話や自由な発想を人に歓迎された時です。責任や義務感ではなくて、ワクワクや好奇心を仕事に持ち込むことができるようになります。あなたの明るさや感性が今まで以上に職場で輝き始めていくでしょう。
なんかね、そう趣味と仕事を分けているよっていう方もいると思うんですけど、それを統合したりとか、または副業として趣味がお仕事になる可能性があります。あなたのアイディアが評価されたり、人に元気を与えたり、そんな自分らしさが仕事の中で武器になります。肩の力を抜いて楽しく取り組む姿勢が結果として良いチャンスや良い成果を引き寄せます。このミモザの花言葉は感謝、思いやり、友情です。職場でお友達のように仲良くしている方がいるとか、周りの人に思いやりの気持ちを持ってとか、感謝の言葉を伝えていくっていうのが開運アクションです。はい、なんか一人で働くっていうわけではなくて、必ず誰かと話しながら、例えば個人事業主でも誰かと通話しながら作業をするとか、それがあなたの心の豊かさにつながっているような気がするんです。誰かとの関わり、コミュニケーションが自分の心を豊かにするとか、インスピレーションが湧いてくる、心が豊かになるとか、彩りがより、こう豊かになっていくって、そういうのも入ってきますので、人とのつながりがとっても大事だっていうふうにあなた自身が感じてるんじゃないかなと思いました。ぜひご自身の個性を、ご自身のアートをそのまま映し出すようなお仕事、これから生き方として選んでみてください。今回はあなたの転職と近未来の仕事運について見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングはいかがだったでしょうか。今回はあなたの転職と近未来の仕事運について見ていきました。主に今現在お仕事をされている方向けのリーディングでした。もちろん今転職活動していますっていう方もご覧いただくことができます。ご自身の、自分の転職ってどんなのかなとか気になる方、ぜひご覧ください。そして今後の仕事運も見ていますので、転職に当てはめてこれからいいお仕事見つかるかなっていう風に見ていただいてもいいかなと思いました。今回はこちらのルノルマンカードからプチ3択占いを行っていこうと思います。はい、では1枚ずつ出して、選択肢とは関係なく左、真ん中、右とカードを並べていきますので、お好きなもの1枚お選びください。切りながら少し雑談なんですけど、自分のたった今起きたことについてお話ししますね。今ちょっと私頭がつい先ほどぼーっとしていまして、こちらのキャンドル灯したまま動かしてしまったんですね。なので実はこのキャンドル、中の溶けているろうがこぼれているんです。実はこの器の中で、これをこのリーディングの撮影が終わった後に、綺麗に整えないといけないなっていうふうに思いながら、アフタートークの前の休憩時間にやってしまったっていうふうに思いました。では1枚出していきましょう。今回の3択占いのテーマは、今自分がどういうことを念頭に入れて頑張ればいいのかとか、頑張るというか過ごしていけばいいのかっていうことをテーマにしていこうと思います。左、真ん中、右とお好きなもの1枚お選びください。はい、では左から見ていきましょう。どんなことを念頭に入れていけばいいのか。子供のカードです。なんか無邪気にベッドの上を飛び跳ねている、枕からは羽が出てきていますね。自由だなっていう風に感じます。好きなことを思いっきり楽しもうよっていう風なことも伝わってきますし、子供のカードっていうのは新しいことを始める、新しいスタートっていうのも入ってきますから、自分が純真に楽しいことに向かって取り組むだったりとか、新しいことをやってみるっていうのがいいと思います。仕事を変えるとかではなくて、新しい趣味を始めてみるだったりとか、お仕事と関連して新しい習い事を始めるっていうこともいいと思います。今あなたには新しい空気、新鮮なものを取り込んでいく、それがこのタイミングだったりとか、今の自分に必要なメッセージなんだなっていうふうに受け取っていただけたらなと思います。はい、新しい始まりを示す子供のカードでした。
そして真ん中をお選びいただいた方です。はい、こちらはスター、星のカードです。スターというのは希望を表しています。自分の夢や願いですね。それを形にする時なのかもしれないし、自分の願いを大切に胸に秘めて今何を取り組むのかっていうのをもう一度見つめ直す時なのかもしれません。理想は遠く向こうにあるかもしれない。でも手に届くものです。あなたの過去にヒントがあるかもしれません。過去にやっていたことだったりとか、それが今仕事になるとか、特技として活かせるのかもしれない。一旦過去に振り返ってみましょう。その時間をとってみましょうっていうメッセージも入ってきます。何か心の奥底にきらめきが眠っているような気がします。では右をお選びいただいた方です。こちらは犬のカードですね。パートナーシップとか親友とかつながり、安心できる存在などを表しています。今何を志していったらいいのか、信頼できるパートナー、ビジネスパートナーがもしいらっしゃれば、その方と一緒にコミュニケーションをとっていくとか、2人何か始めようかっていうことになるかもしれないですし、プライベートで遊びに行くっていうこともいいと思います。あなたにとって今仕事をしていく上で大切にしていることだったりとか、大切にしている相手ですね、信頼して任せられるような相手がいるんじゃないかと思うんですよね。そのお相手と一緒に歩んでいくとか、お話しする、相談するっていうことがいいと思います。もしかしたら同じ職場にいなくて、大親友で会社は別なんだけど、お互いがそれぞれ報告し合ってるよっていう、そういう仲の人もいると思うんですね。だとしたらその親友がこの存在だと思います。何もね、そのビジネスパートナーっていうのは、同じ会社で同じことを取り組んでいる人だけじゃなくて、違う場所ででもあなたが心から信頼できる相手で、いつも仕事の相談している人かもしれないですよね。いずれかだと思います。同じ職場の中で信頼できる人っていう方もいるでしょうし、そのあなたの対象となる人物との関わり合いを深くね、これからも関係値を築いていくことっていうのが今取り組んでいくといいこととして入っています。ぜひこちらのメッセージもお受け取りください。今回はプチ三択占い、今どういうことを考えてお仕事に向き合っていけばいいのかっていうメッセージをもらっていきました。これからも様々なリーディング動画を投稿していきます。ぜひお楽しみにしてください。そしてあと私事なんですが、この度チャンネル登録者数1万名様を突破いたしました。本当にありがとうございます。ここまで来れたのも本当に皆様のおかげだといつも思っています。いつも動画を見てくださってコメントをくださる方、高評価くださる方々、いろんなご意見やアドバイスくださる方々、本当にありがとうございます。コメント一つ一つ拝見していますし、元気づけられていて、また投稿頑張ろうっていうふうに思えたりします。で、中には自分自身の心の迷いっていうのが出たりとかして、このまま動画投稿してもいいんだろうかとか、自分には続けていけるだろうかっていうふうに悩み続けながらも歩んできた2年間でした。この2年を通して1万名様、たくさんの方々が登録してくださったっていうのがすごく自分の中の自信や糧になっています。これからも自分なりに頑張っていこうと思います。目標としては登録者を伸ばしたいっていうわけではなくて、違うところに目標を持って今取り組んでいるので、その自分の中の目標が叶うことを、目標にして取り組んでいこうと思っています。ただこの1万名っていうのはやっぱり記念っていうふうに思っていますので、すごく喜ばしいことっていうふうに思っていますから、1万名様突破した記念に、またライブ配信を行いたいと思います。で、詳しくはコミュニティ欄にも記載していきますが、多分前回の2周年記念ライブと同じような内容になるんじゃないかなと思います。皆様から占ってほしいことっていうのを受け付けたりとか、当日受付をしたりしながら、お話ししながら、いろんなねお話ししながら占いやっていけたらいいなと思います。占い単体だけにこだわるのではなくて、フリートーク入れていきながら、その1万名様のお祝い記念配信をしていけたらいいのかなっていうふうに考えています。で、日程としては5月3日を予定しています。はい、ということで詳しくはコミュニティ欄に記載しますので、そのお知らせをお待ちください。本当にありがとうございましたという
この気持ちを伝えたいということでアフタートークに込めさせていただきました。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。